はい、こんにちは。はい、こんにちは。今日はですね、宗像さんに早速 MB-01 タミヤのね、新作の M シャーシーを作ってきて、今走らせたところなんですけども、ちょっといろいろ問題点もあったりとかしてたので、ちょっとお話したいなと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。で、今回は、キットそのまんまじゃないですね。フロントモーター仕様。単純にあれなんですよね。MB ってこっちを前にするかこっちを前にするかで変わってくるんですけど、今回買ったキットのやつは本当はここにモーターなんでこっち側が前になるようになってるんですけど、フロント仕様にしてるのでサーボがここのやつね、このタイロットも入ってたでしょ、きっとね。なんだっけ、まっすぐなタイロット、ただのね、ただのシャフトね。はい。で、ホイールベースはロングにしておりますということで、ロングはどこら辺変えた感じですか？ここですね。こことここ、裏のここにパーツつけて伸ばしたと。これもつけましたね。あ、これで、ここのやつ、この上のやつ。あ、それで単純にブニュッと伸ばした感じ。で、ガッチリベースでしっかり止めるっていう感じになってましたね。一番これ長いやつですもんね。L 仕様一番長いです。ボディがコートですね。コート、エスコートの。エスコートですね。をフィアットみたいにしちゃった。前の MF-01 で使ってたんですね。で、今回はタイヤは 60D のノーマルラジアルタイヤを前後にしてという形にしてます。一応なんか入れてるパーツはありましたっけ？ユニバーと、ユニバーくらいかな。あと、シブレーダンパーとかそれくらいですかね。もともとはフリクションなんで、シブレーダンパーやってるということで、レールハブとかそんな六角のね、ごまっとしたものですね。で、さっきちょっと走ってて、やっぱりノーマルだとやっぱり切れるハンドルの切れ角が圧倒的に少なかったですよね。全然切れなかったですね。本当に多分さっきの見てる感じだとこのぐらいだよね。そんな感じ。このぐらいしか切れなかったような感じじゃなかったかな。今ここまで切れるようになったのは一応ね、加工をちょっと施しました。ちょっとタイヤ外してもらっていいかい？TT02 と同じような感じで、規制が入るんですね。で、フロントのドッグボーン太いやつが入ってるんで、その太いやつだとすぐ外れちゃうから、規制が入ってるっていう感じですね。で、フロントこれ今ユニバーを入れてるので、あえて規制はいらないかなということで、加工したのはここの部分がもっと出っ張ってるんで、それが完璧にハンドルを切った時に当たるというので、あとはナックルのこの下の部分、それを2つ、カットした感じだね。これで、ハンドルが結構切れるようになりました。ここまでノーマルでいかないですね。いかないですね。ただ多分ね、思うんだけど、これだともともとの太いドッグボーンだとこれだと外れちゃう。すぐバコンって外れちゃうんじゃないかなと思いますね。で、フロントモーターゆえに、そこら辺のところの規制が、結構多かったのか、多分ね、前後同じような感じになってるんで、規制の部分が、そうですね、後ろはこういう感じ。要はサスアームの下ですね。サスアームの下のところについている、見えづらいですけど、これが規制になってて、それ以上曲がらなくなる。それをちょっとカットした感じですね。当たらないように。当たらないようにね。で、走ってみた感じはどんな感じですか？やっぱり全然、曲がるようになりますね。あとはなんだっけ、そのバネ変えたりとか、あとタイヤもね、これでかいタイヤ、後ろ 60D だね。両方ともね、それでもともとキットについてるやつ前ちっちゃくなるじゃないですか。そう、 M シャーシーラジアルって言って、M の01時代の時のタイヤなんですよ。ですので圧倒的に径が小さくて、大きさが全く違うんですよね。あれ履いてみたらまたね、動きとかも変わる。そうですね。もう一台今日今シェイクダウンしてるんですけど、それがもともとキット標準状態でフロントにその M シャーシラジアルをつけてるんですけど、そこのバランスの方がちょっと良かったから、一応そっちの方で考えられてるのかなと思いました。作る時は何か注意点ありましたか？
いや、あれなんだっけ、 TT02 組んだことがある人だったら多分本当に余裕かなっていう感じはしましたね。でさっきちょっと聞いたんですけど、ちゃんと取り外しをよくするところは、タッピングじゃなくて目の細かいピッチのビスを使っているということで、ここステアリング、例えばリア駆動をフロント駆動にするときにこれ外してこう逆につけるんですけど、ここのビス2本でしたっけ。2本ですね。2本ね。で後ろのここの2本、これがよく頻繁に外す。それともう一つはデファイル。そうですね、この前のこの2本、これですね、この2本もこの2本外してデフを取るんですけど、それを逆にして FF、逆にして RR っていう感じにするので、ここもよく外すから、ここもスクリュービスにして、であとはモーターのアプローチが後ろのこのビス2本、これになるんで、これもねスクリュービスの細かいやつにしてやってた方が、モーターのね交換するなり、ピニオン交換するなりするときには、ここも頻繁に使うようになるのかなとは思います。L スに M スに変えるとかって言ったらここら辺ですね。そこら辺もね、変えるような感じで。まあもともと TT02 の M シャーシーみたいな感じになっているので、樹脂もね結構柔らかいし、TT もそうですけど、何回か付け外してるとなめってきちゃうんですよ。でそこの部分だけ交換するっていうのもなかなか大変になるんで、そこら辺はスクリュービスの目の細かいピッチの、ギアにしてた方がいいかなと。であとちょっと全部に言えるのかちょっと分かんないんですけども、これ TT と同じくボールでアップライト固定されてるんですよね、上下に。それがなんか外れやすかったんです。そうですよね。そうですね、俺のやつは簡単に外れちゃいましたね。で先ほどリア駆動にしてもらってる方のやつも外れてたんで、この特に下がね、そうですね、上はね、上は多分ガッて上がるから、そんなにこの下のボールを、TT の金属ボールに切り替えたら全然大丈夫です、全然大丈夫になりましたんで、ここら辺は変えといた方がいいのかなと思います。おすすめですね。まあとりあえずシェイクダウン今回初なんでね、まあとりあえずちょっと走行動画も軽く撮りたいと思いますので、お願いいたします。はい、お願いします。はい、それでは走行動画を撮りたいと思います。運転は宗像さんですね。よろしくお願いします。緊張する。はい。とりあえずモーターとかはあれでしたっけ？Mラリー用の 15.5？ そうですね、15.5ですね。ピニオンギアはキットについてたやつが29枚なんですよ。29枚。確か相当でかいやつついてるんですよね。で、ギア比が 5.7 ものなんですよね。これ今こうやってスムーズに走れてるけど、さっきまでは結構苦しかったですね。 S 字とかは特に厳しかったですよね。こことあとここが特にきつかったよね。ここがきつかったね。こういうところとかはね、結構なんだっけ、MFX に比べて転ぶ感じが少なくて、重心はやっぱり低いからね。その点はなんかかなり安定してるなって。MF きつかったもんね。きつかった。なるほど。でも全然スムーズになんかトレースできてる感じですね。ちょっと運転させてもらっていいですか？カメラいいですか？カメラで、これビス。私運転させていただきます。M07 とかと比べての流れもあるかな。バッテリー、タイヤは 60D ラジアルなんで、あんまりそんな食うわけじゃないですね。そうですね。で、なんだっけ、だいぶこう角とかもほとんど取れちゃったようなタイヤだから、グリップはほとんどしないかなっていう勢いですね。なんか07よりはちょっとアバウトなところがあと異常に転がるね。でもね、そうですね。初期がなくて後半曲がるのか。まあもともと 15.5 じゃなくていいような気するけど、そうですね。Mラリーもね 17.5 ぐらいでいいような気するけど、キットにはノーマルモーターついてますもんね。あとは多分
セッティングバネ、そうですね、あれとかでだいぶいい感じに仕上がるんじゃないかもっと多分もっと小回りに効きそうですよね。な。ラインがちょっと偉いじゃんかな。そうですね、大回りアウトにアウトしてそころじゃない。うまい。なるほど。とりあえず MB01 のフロントモーター仕様の L サイズだね。走行させていただきました。ありがとうございます。はい。